はい、いらっしゃいませ。実習です。今回は毎度おなじみ弦楽器の魅力シリーズバイオリンです。はあ、そんな企画いつ始まったの？僕聞いてないんですけどなんてね、ほら最近世界がいろいろ複雑じゃないですか。うちでもパレスチナガザ地区の動画を拙くも作らせてもらいましたが、そんな時代にですね、ざわめく心を受け止められる音楽は何だろうと考えた時に、やっぱちょっとねクラシックギターでは弱い感じがしましてね、ついついバイオリンを聴くようになってくるんですねバイオリンってなんか繊細さ、バイオリンはなんか繊細さだけでなくグワッとした力感ありますからね。音もロングトーンも美しくて、というわけで今回取り上げさせていただくのは、はいドボルザークの弦楽四重奏曲アメリカ作品96でございます。これ知ってますいい曲ですよ。マジでいい曲です。もうこの曲についてね語れる時が来たってだけでね、ワクワクが止まりませんよ。最近アメリカというとトランプ大統領のことを考えてしまいますよね。でもとりあえずそれは置いておいて、アメリカってさ、振り幅広い国だと思いませんかいいこともがっつりやれば、悪いこともとことんやっちゃう。先進的でありつつ原始的な人間性が丸まま、前衛とプリミティブでね、そのね振れ幅がねとてつもない半端ないで、その多様な性質の中のね、何か言ってその例えばキリスト教の真面目なところとかね、バスケットボールの激しいところ、ああいう部分を表現したものって、それはねいろんな分野でいっぱいありますけど、でもそれぞれの個性的な一面ということではなくて、そんな多様で振り幅でかすぎるアメリカをまるっとねまるっと表現したものって何かありますか？あんまりなくないですか？そこで少々古い作品ではございますが、ここで注目したいドボルザークのアメリカっていう曲にはね、僕はそれが結構ある気がするんですよね。このまるっとしたもの、なんだろう、こう都会のカツカツと音を響かせる OL の暮らしとか、片や牛の糞の匂いが漂う田舎の少女の風情とかあるいはめっちゃ上質な木材を使って作られた立派な図書館とか、その雰囲気とか、逆にバラックの掘ったて小屋みたいなのが並んでるけど、やさらに活気のある市場の喧騒とか、そういうのねまるっと、暴力も愛も自然も都会もいろんなものがねごちゃ混ぜのアメリカをね、この曲はかなり表現していると僕は思うんですよね。もちろん音楽のメロディーや音の響きから何をイメージするかは聴く人の自由です。それはもうどんどん勝手にイメージしちゃえばいいんだけど、例えばね最初のメロディー ありますよね。タタ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 タンタタ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 タって下手ですいません。この有名なオープニングメロディーどうでしょう？なんか朝っぽくないですか？こうパンの焼ける匂いが漂って、おはようってね、みんなが挨拶していく声が聞こえる、動き出す街って、そうイメージですよね。それが都会でも田舎でもねこのアメリカはあり。でもその元気さ、健全な元気さばっかりじゃなくてね、すぐふっとね憂いが訪れるんですよ。街の暗いダークな側面、差別とかね、貧困とか偏見とか
孤独とか、いきなりこう街角で人々が言い合いを始めて、喧嘩だって大勢集まってくる。で、警官が来て矢島を散らして、なぜこんなことが起きたのか背景を調べ始めると、なんとそこには町の権力者の陰謀につながり、酒や麻薬の莫大な取引が明らかにみたいなね。そういう人間の活動ですもちろんね、人間がテーマっていうだけじゃないですよね。自然も同様です。季節を巡っていくわけですよ。こう春から夏に、そして秋に、やがて人々がコートの襟を立てて歩く冬が始まって、湖面に氷が張りアイススケートを楽しむ人々、そしてまた春が巡ってくるとかね、そういったことをね、一つ一つがね、いいか悪いかと考えても答えなんかないわけですよ。そうやってこう活動することが我々の営みであり、多様な人々が多様なまま生きている、それがアメリカなんだっていうね、そんな曲です52歳のドボルザークは1893年にアメリカ中部のアイワ州スピルビルに滞在します。はい。結構ね、これだいぶ田舎って言っていいのかな。ミシシッピ川をね越えちゃった西側ですね。アイオワ州、今地図で見るとね、もう商店すらないっぽい小さな町なんですけどね、なんでこんなところに結構ドボルザークさんって重鎮、音楽でもなんかチェコから来た偉い先生なのに。で、実はね、ドボルザークの秘書をやっていた方が実家がここで、お父さんが聖火隊長の務めていたっていう、その縁だったらしいです。だからそのボヘミアのね入植者が多く住む町だったわけですよ。だからそこでちょっと郷里の人たちに囲まれてのんびり しましょうっていう趣旨だったのではないかと思います。で、6月5日から滞在したんですがにゃんともう3日目にはね、彼の中で音楽が湧き上がり始めちゃった。で、いや、ごめん、ちょっと仕事するわ俺で作曲に没頭しちゃう。しかしこう何せ小さな町だし、オーケストラの曲作ったってここでは演奏できないんで、しかし弦楽器の多分ロングトーンはね欲しかったと思うんですよ。ピアノとかじゃなくてね。というわけで最小のオーケストラの最小編成弦楽四重奏ならここでも演奏できるっしょってドボルザークさん思ったんでしょうね。これを作りました。で、全4楽章の作品で、たっぷり25分かかる作品をたった13日でスピード完成しちゃったって言います。約2週間ですね。だから 4楽章だから1つの楽章を3日ぐらい構想1日熱中して書いて1日修正みたいな。でもう次の章でね、これあまりにもノリノリでうまくいっちゃったので、ドボルザーク本人が原稿の最後にねメモ書きしてあったそうですよ。めっちゃいいものできたよ、神様ありがとう表現は違いますけどね、そういう意味の書き残しがあったそうです。はい。で、今回おすすめしたい演奏なんですけど、ニューヨークフィル弦楽四重奏団のメンバー、弦楽四重奏団でニューヨークフィルの中心メンバーによる弦楽四重奏になります。弦楽四重奏というとどうでしょう。大御所はね、ボロディン弦楽四重奏団っていうのがありまして、特にドボルザーク、チャイコスキー、ボロディンの演奏に関しては今でもお手本のような演奏だと思うんですよね。僕も結構それは聞きました。
でそれねとってもバランスが良くて楽曲の本質を捉えた表現豊かな演奏です。おじさんたちベテランおじさんたち4人がね仲良く実直な仕事をしている。まあでもね逆に言えばそれはなんか調和しちゃってるんですよね。あまり個性的ではない。でその点ねこのニューヨークフィル弦楽四重奏団はね個性的ですよ。面白いです。まずねビオラの人がすごい。このアメリカっていう曲はビオラが大活躍することでも知られていて、何せねもう曲の冒頭のメロディーはビオラですからねでそんな演奏を担当するのがシンシア・フェルプスさん。うまいし大胆だし気合がすごいんですで気合がね入りすぎましたね。はい終盤の盛り上がりのところでね楽譜をめくるんですけどねそのバサッてめくるんですよ。バサッこれね動画のコメント欄にみんな書いてるんですよ。記録史上最大のページめくり音でファーストバリオの人もねちょっと思わず苦笑しちゃってましたけどね23分30秒あたりのところです。でもねそういうこともねこの曲ならありっすねはいでそうチェロもいいんですよ。僕はチェロ好きだしってこともあってオーケストラと違ってこの編成のチェロだとチェロらしい胴鳴り音っていうかね弦の響きが直に聞こえてくるのがねもうたまりませんね。でそのチェロはカーター・ブレイさん。僕はちょっと知らなかったんですけど80年代から90年代にかけてソロで大活躍したチェリストさんだとのこと。で英語ウィキによるとねウィキペディアによるとアメリカのほぼ全ての主要交響楽団と共演した経験があるというすごい方でもねだいぶベテランになりまして、はい、僕には今回のこのブレイさんの演奏はとても弦楽四重奏曲的なチェロに聞こえるんですけど皆さんどう思われますか？むしろねそういうことを意図してやれてしまうベテランの技っていうところかなと思うんですけどね。はい。そしてねファーストバイオリンの方が中国系の方フランク・ファンさん。ニューヨークフィルのコンサートマスターをやってらっしゃって、ソリストとしても活躍してますね。で生まれは中国北京で7歳の時にヒューストンに引っ越してバイオリンを始めたと。クリーブランド音楽院で学士を所得。プロとしてはソロコンサートマスター室内楽こういう弦楽合奏とかそして音大での教員などいっぱい仕事をしている方ですね。すごいです。でこのホアンさんの第一バイオリンってどことなく呼吸を弾いてるみたいって感じるのは僕だけでしょうかね。なんとなくね中華風に聞こえるんですよ。でしなやかにねたっぷり歌う。でそれは邪推ですけど本人のルーツが中国だからということではなくて本人があえてね自分の個性として演出してやってるんではないかなんてね勝手に邪推してみたりしますがどうでしょう。なんか面白い個性たっぷりなバイオリンです。それに対してですよ第2バイオリンの方はね真面目で手堅い演奏っぽく聞こえますね。でねその無個性さこそが真面目さこそが逆にこの4人の中ではね明確な個性になっちゃってますよね。だからその第一と第二の対照的な性格がもうこの曲をねめちゃくちゃワイドで面白いものにしてると感じます。もう違いがあるとね面白いですねはい。ところでどうでしょう皆さんドールザークの弦楽四重奏曲って感動します
究極の発言ですみません。僕はねこれを聞いて感動するというよりもなんかすごくメロディーが心に残るんですよ。で聞いた後ね演奏が自分の中でリピートされちゃうの。後から何度も蘇ってくるの歯を磨きながらとかね、自転車で走ってる時とかね、このニューヨークフィルの演奏が頭の中で蘇ってきてね、ニューヨークフィルね。でそれがね、それこそがいいんですよ。幸せなんですよ。元気もらえるんですよ。わかるかな。ところでちょっと脱足なんですがね、この曲っていろんな風景が思い浮かぶと思うんですけど、どうでしょう。最近のポップスとか事実上いろんな風景が思い浮かぶような楽曲ってどうです？あります？なくはないと思うけど、どちらかというとサウンドの完成度を優先してたり、サウンドの完成度で評価したりしてませんか？でもね、僕の印象としてはね、いい曲っていうのは何かの風景が浮かぶような曲って多い気がするんですよね。しかもその風景ってこう例えば作り手から映像再現で押し付けられるようなものではなくて、なんならもうタイトルが浮かんでいるだけで聞き手自身の心の中からもうイメージが湧き上がってしまうみたいな。でこれ実際これそうですよね。ドボルザークのアメリカ、動画は演奏しているシーンだけですけど、いろんなイメージが湧いてくるのが面白い。逆に言えばね、音楽の作り手が何らかのシーンと一体になった瞬間が現実に来ちゃったら、その経験や感覚のリアルさって何より大切だと思うんですよ。なんちゅうかな、こう作り手がまるで冷たい真水にぶっと飛び込んだかのようにさっと染め抜かれて、しかもそこから真新しい何かがさらさらと流れ出すみたいな、そのようにね、素敵な音楽が生まれているのじゃないかなと思う。もちろん何もね前提となるシーンがないならそれは仕方がない。それはそうけれど、もし何かを見つけた瞬間があったなら逃しちゃいけないっていうか、今がチャンスってね。なんなら約束とか仕事とか勉強とかほっぽり出して、すまない今はこれじゃと最優先で深掘りしてみること、素晴らしいことじゃないかなと僕は思います僕はまあそんなことしたらね、周りからは怒られますよね。約束守れだろ、連絡ぐらいしろだろって怒られるし、もう当然そんなことすればあなたの社会的な信用に傷がつくでしょう。でもそういう創作体験をできたとしたら、あなた自身が確実に成長しますよね。それは間違いないし、かけがえがないことだと僕は思うんですよね。はい、では実施でした。今日本では間もなく5月、このねいっぱいに茂った木々の新緑が美しい季節へ移ろうとしています。間もなく当チャンネルも登録者1万人近づいております。ありがとうございます。もうどんどん行きたいと思います。皆様の良き音楽生活のために実習でした。ありがとうございました。